ヘッドセットとパソコンは、問題なさそうだ。あとは、約束の時間まで待機かな。原案と脚本が未完成の状態で、講師からのアドバイスをもらうことはできるか。ダメでもともとというつもりで、ワークショップの運営に相談してみたけれど、こんなに早く対応してもらえるとは。それに、まさか、時間だね。本日はお時間をいただきありがとうございます。いや、むしろ相談を持ちかけてくれて嬉しかったよ。正直に言うと驚きました。あなたがアドバイザーに立候補してくださったと聞いて。現地に行けない分、なるべく君たちとコミュニケーションを取りたいからね。それと、君が自己紹介の時に見せてくれた書、あれが印象に残っていたのもある。送ってもらった原案と脚本の草稿も読ませてもらったよ。多くの人を楽しませたい、笑顔にしたい、そんな気持ちと同時に、君が何かを乗り越えようと必死にもがいているのが伝わってきた。はい。ワークショップに参加して自分の課題が何かがはっきりと見えました。今日ご相談の時間をいただいたのは、それを乗り越える手がかりを見つけるためです。少し長い話になりますが。なるほど。もっと深みのあるショーを作りたいか。はい。先日グッバイゴーストの通し稽古を見学させていただきました。比べること自体がおこがましいのは承知の上ですが、今の僕ではあそこまで人の心を揺さぶるようなショーは作れない。そう痛感しました。あれから演出方法や脚本の構成について自分なりに分析して、取り入れられる部分があるかどうかも検討してみました。しかし結果は参考作品を切り張りしたいびつなものにしかならなかった。何か考え方の方向性そのものに誤りがあるのではないかと、そう思っています。それで講師から客観的な意見を聞こうと思ったわけだね。はい。漠然とした質問になってしまい申し訳ないのですが、もし何か気づかれたことがあれば率直な意見を聞かせていただけませんか。そうだね。君の原案や脚本演出が悪いものだとは思わない。さっきも言った通り、観客を楽しませようという思いが伝わってくるし、それを実現するだけの技術も情熱もある。ただそれでも足りない、深みがないと君が感じるのであれば、必要なのは君自身の感情や経験だと思う。僕自身のですか。ああ、君はいつもどんなことを考えて演出をしてるんだい。僕は昔あなたがインタビューを受けている映像を見たことがあります。止める人、貧しい人、賢い人、愚かな人、マジョリティ、マイノリティ、すべて関係ない。すべての人が共に笑い、泣き、怒り、そうして見終わった瞬間には同じ感情でつながれる。そういうショーをずっと目指してきました。ショーを作る際、一番に考えるのは、それを見終えた観客にどんな思いになってほしいかです。その上で最も観客に響く演出は何か、ショーを上演する場所や客層などから題材を考えていくことが多いです。なるほど。君が一番に考えるのは届けたい相手のことなんだね。それ自体はとても素晴らしいことだけれど、その過程で自分自身を無意識に抑え込んではいないかい？
え？自分自身を抑え込む？どちらかといえば、僕は我が強い方だと思います。自分を曲げることができずに、演出の仕方で周りと衝突することも多い。今所属している劇団に出会えるまでは、ずっと一人でショーをやり続けていました。君が自分を曲げないのは、より良いショーを作りたいからだろう。そして君が思う良いショーとは、多くの観客に笑顔になってもらえるもののことだ。つまり君は演出において必要以上に自分の感情を入れないようにしている。そうすることで誰もが共感できるショーを生み出すことができるからね。もちろんそれが悪いわけではないよ。むしろ演出家としては理想的な姿勢かもしれない。ただ時には深い感情が必要なショーがある。そんな時ショーに深みを与えるのは演出家自身だと思うんだ。想像や借り物ではない自分の中から出てきた感情や経験。もちろんやりすぎると単なる自分語りになってしまうから注意が必要だけれど、自分でも触れるのをためらうほど生々しく強い感情や経験が作品に深みを与える。僕はそう思っているんだ。生々しいほど強い感情や経験か。ねえお母さん、僕ってみんなと違うのかな。頑張って話しても僕が楽しいって思うことみんなに全然伝わらなくて、先生もクラスの子も僕はみんなと違うって言うんだ。僕のアイデアを見て、できたら面白いだろうと言ってくれる人も少しはいたんだ。でも、そういう人たちすら、僕が新しいアイデアを持っていくと、だんだん煙たがるようになっていってね。そんなことを繰り返すうちに、気づいたら一人になっていたんだ。だけど、今回分かったことが一つある。今僕は、自分で思う以上に、みんなとショーをやっていたいんだ。そういったものなら、僕の中にもある。子供の頃に感じた孤独。周りとうまくやっていけない。無力感。ショーと、仲間と出会えた喜び。そして、仲間と離れがたく思う葛藤。そういったものが、たくさん。けれど、何かつかめないことがあるのかな？いえ、おっしゃることはわかります。ですが、一つ聞かせてください。あなたのショーにも自分自身の感情や経験が含まれていると思いますか？そうだね。にじみ出てしまっているところはあるんじゃないかな。グッバイゴーストの幽霊たちには、僕が今まで見送ってきた両親や友人たちが紛れ込んでいる気がするしね。どれも他人に話すには少し重い話かもしれないけれど、彼らと過ごした日々やもらったものは今も舞台の上で生き続けている。虚構ではあるけれど嘘じゃない。だからこそそれを見た観客の心に何かを残せるんじゃないかな。そうですね。今までにも自身の経験や感情をショーに反映させたことはあります。けれど、今の話を聞いて、無意識のうちにブレーキをかけていたのかもしれないと思いました。自分の生々しい感情を入れたショーが観客に受け入れられることはないと。だから
踏み込むことができなかった。けれど、自分の中から出てくるものでしか深みのある作品は作れない。それなら、自分自身をもっと解放して、その上でたくさんの人を楽しませるショーを作ることを目指す。難題ですが、挑戦のしがいがありそうですね。ああ。どんなショーを見せてもらえるか楽しみにしているよ。おかげで、やるべきことは見えてきた。ショーの中で何を描くべきなのかも。この感情は、ショーにするにはドロドロとしすぎているかもしれないけれど、やってみよう。自分の限界を超えるために。